緊急で今動画撮ってるんですけど、初めて YouTube の案件が来ました。まあでも結果としては今回はお断りさせていただきました。というのも、まあ今から紹介するんですけど、皆さんテムっていうアプリ多分知ってると思うんですけど、最近結構広告、テム言っちゃっていいのかな、ティームだっけ、まあそのショッピングサイトみたいなのから案件をいただいたんですけど、まあ仕事の内容はまあざっくりぼかして言うと、これだけの金額の中からテムから買ってください、まあ、それをそのクーポンを発行するので無償で買えます、僕がテムでそれを買った商品を紹介して、でテムを紹介してくれると YouTube のその登録者の方がもしテムから購入した際に何%とか、まあテムを登録してくれたら何%みたいな感じで手数料が入るみたいな案件だったんですけど、皆さんテム使ってますか？僕は結構そういうなんか安すぎるサイトとかは一応使わないようにしてて、まあ、他の例で挙げるとシーンとか、あとなんだろうな、有名なのシーンとかかな、まあ、シーンは YouTube じゃなくて Instagram で案件が来たことがあるんですけどお断りしました。まあなんか結構そういう安すぎるサイトの問題点としては、まあまだ噂でしかないとは思うんですけど、そのクレジットカード情報が抜かれてたりとか、広告とかで任天堂スイッチが登録するだけでもらえるとか絶対おかしいじゃないですか。でそういうのを結構インフルエンサーの方とか TikTok とかで紹介してるのとか、まあ、YouTube でも紹介してるの見るんですけど、僕はあんまり賛成できないですね。でも本当になんか YouTube で初めて案件のそのお仕事のメールが来てたのはすごい嬉しかったです。でまあその個人情報が抜かれるとかそういう問題もあるんですけど、安すぎるものって絶対それの裏ですごい、まあ、問題になってることが絶対にあると思っていて、まあ、例えばその安すぎる中でそのめちゃくちゃ安い中で働かされてる人がいるのは絶対に、まあ、そうじゃないと儲からないし、なんかそういう商品ばっかり売れるようになっていったら、例えばそのちゃんといいものを作って世の中に輩出しているブランドとかが売れなくなってしまうと、ファッションだけじゃないんですけど、その安いものばかり売れると、まあ安かろう悪かろうっていう言葉、安くて悪いものばかり広がっていくと絶対に良くないことが起こると思ってるので、まあ僕は、まあ、自分がそういうサイトを使いたくないし、まああんまりっていうかまだ全然僕のその YouTube の影響力とかないんですけど、まあ数人もし登録してしまって、まあもしその何年後かにテムがその個人情報を盗んでいたとかいうニュースが出た時に僕のその登録者の方にも迷惑をかけるし、もう一つは安いものをたくさんその消費していって世の中にすごいその余っていくわけですよね。例えばまあブランド品じゃなくてもデザイナーズとか、その服とか服の話にするとその流行りのトレンドのものが買えるっていうのもあるんですけど、でもまた来年にすぐその新しいものを買ったりとか、そのゴミが増えていく一方で、でも自分がそのすごいなんか安くてこの素材とかデザインとか生地を我慢して買うよりかは、例えばセカンドストリートとかバズストアとかそういうセカンドハンドショップ、その中古品で、買った方が絶対なんかいい世の中に。編集してたら何言ってるか分かんなかったので補足します。デザイナーズとか、ラグジュアリーとかライフウェア、ユニクロとか GU とかは古着屋さん、中古ショップに行くと売れるんですけど、格安の服、テムとかシーンとかの服は買い取りも多分引き取りっていうかタダで引き取られることになるし、引き取られたとしてもその新品がすごい安いから
結局その置いても売れない、だから結局残っちゃう、みんな新品買った方が結局安いよねっていうことになるから、だからリサイクルとして回らないということが言いたかったですって感じですね。まあ紹介しなかったのはちょっと、言葉が難しい。でも僕は結構反対派ですね。なんか悪い噂が立ってる時点でそういうことを正直大きい企業とかだったら絶対隠せるし、広告バンバン売ってるし、絶対にその資本とかお金はすごいあると思うので、あと僕は結構インスタグラムでも脱毛の0円キャンペーンとかあるじゃないですか。名前は出さないんですけど、あれも大学生の頃だったかな、一回その引き受けたことがあって、当時はそのなんか紹介文の例みたいなのを書かされて、なんかここのその脱毛キャンペーンに行ってみたんだけどこうこうこうだった、すごいなんか清潔感が上がったみたいな、そのテンプレート文みたいなのが送られてきて、いやその脱毛を紹介するのはいいけど、行ってないのに行ったように書くことは嘘じゃないですか。だからそこはなんかなしにしてくださいって言って、脱毛のこういうキャンペーンをやってますっていうのをストーリーだったかな、ストーリーかインスタのストーリーで一回紹介したんですけど、でその紹介した後によく考えて、いろんなインフルエンサーの方が紹介してたので、その時今でもたくさん紹介してる方いるんですけど、それで調べてみたら何個かそのいろいろあんまり良くない噂とか、やっぱなんか0円とかすごい安い金額でそのキャンペーンが打たれてるものとかはやっぱ皆さんなんか、警戒してるのはあると思うんですけど、でも例えば身近なインフルエンサーの方とかが紹介してたらそこいいかなと思っちゃうじゃないですか。でもなんかまずその行ってないのに行ったように書けっていう時点でもうちょっと僕はうってなったんですけど、その当時でその時は書き換えさせてもらったんですけど、だからその紹介してる人がみんなそうだとは言いませんが、ほとんどの人が多分別に使ってもないのに紹介してその良かったとか、書いてるのが多分事実だと思いますね。僕も実際そういう風に連絡をもらったし、だからなんか服とかも自分が使わないものは紹介しないです、今後も。そのサービスだったりとかも紹介はしないです。自分が好きな服だったりとか便利だなって思うサービスは、もしそのお仕事じゃなくても全然自分で紹介したりとか、もしそのちゃんとそういうところからお仕事が来た時は皆さん褒めてください。結構なんか多分疑ってる人も多いだろうけど、そういうインフルエンサーの方が紹介してる案件に騙されてるっていう言い方じゃないけど、なんだろうな、そういうので行っちゃったりとか買っちゃったりっていう人は結構多いと思うので、こういう動画を作ってみました。なんか台本を書いてないからすごいぐちゃぐちゃな文でちょっと分かりにくかったと思いますが、今回はそういう話でした。皆さんも気をつけてください。で周りにも、もしその脱毛を紹介されて、脱毛だけじゃなくてもなんか美容品とか、あるじゃないですか、そのなんかバストアップとかギリギリなんかグレーそうなやつとか、なんか洗顔の最近すごい見る洗顔ブラシのやつも一回連絡はもらいましたね。そんな感じです。結構インフルエンサーの人は自分が使ってないサービスとかをすごいいいですっていう風に紹介することが多いと思うので、皆さん気をつけてくださいっていう話と、あとでも初めてその今回その案件のお仕事の連絡が来たのはすごい嬉しかったですね。受けなかったけどすごい嬉しかった。なんか YouTube がちょっとずつ成長してるんだなっていう実感がありました。
じゃあそんな感じで今日の動画は終わります。まあ面白くない動画だったかもしれないけど、皆さんインフルエンサーの、まあ全員じゃないけど、まあ結構ネットに転がってる、その安いサイトとか、安いサービスにはちょっと疑いの目を持って自分なりに調べてみてください。まあそれでまあいいなと思ったり、まあその人本当に応援してて、なんかこの人のためだったら入ってあげてもいいかなっていう人とかは全然、まああとは個人の自由なので、それは最後は自分で決める、利用するかしないかは。でもまあ安すぎる商品、安すぎるサービスには少し疑いの目を持って自分で調べるということが大事だと思います。まあ皆さん分かってると思いますが、じゃあそんな感じで今日の動画終わります。ありがとうございました。なんか初めてこういう動画を撮ったんですけど、どうだったかな。なんかまた来週から楽しい動画を撮ります。じゃあね。